今回はロイヤルカリビアンのクルーズ船オベーション・オブ・ザ・シーズに乗って2つのクルーズ旅行をしてきた時の動画です。どうぞ今回も最後まで動画をご覧ください。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。今回の旅程はクルーズ前日にシドニーのホテルに1泊、次の日にシドニーを出発してニュージーランドのウェリントン、ピクトン、ネイピア、ダニーデンに寄港して、最後は世界遺産のミルフォードサウンドを含めた3つのサウンドを見てシドニーに戻る11泊のニュージーランドクルーズ。船を降りた後はシドニーのホテルで3泊してシドニー観光。そして今度は2つ目のクルーズ。シドニーを出発してニューカレドニアのヌメア、ミステリーアイランド、バヌアツのポートビラに寄港してシドニーへ戻る9泊のニューカレドニア・バヌアツクルーズ。合計で全24泊の旅程です。今回は1つ目のニュージーランドクルーズ11泊の動画になります。クルーズ出発前日に宿泊したシェラトングランドシドニーハイドパークをチェックアウトして、クルーズターミナルがあるサーキュラーキー駅へ電車で向かいます。12時11分、サーキュラーキー駅に到着。今回乗る船はオベーション・オブ・ザ・シーズ。前回乗ったスペクトラム・オブ・ザ・シーズと同じ全長347メートル。東京タワーや麻布台ヒルズを横にしても、この船の方がまだ10メートル以上も大きいです。いつ見ても規格外の大きさです。クルーズ乗り場が見えてきました。駅から歩いてすぐなので、荷物が多くなければ電車で来るのがおすすめです。ではこれから乗船手続きに向かいます。12時48分、乗船手続きを終えてこれから船に乗り込みます。1時4分、14階のビュッフェレストランウィンドジャマーに来ました。1時半以降にならないと部屋に入れないので、それまでここで昼食をいただきます。レストランの窓からはオペラハウスと会場を移動するたくさんの水上バスを見ることができます。贅沢な景色ですよね。ここで今回支払ったクルーズ費用についてお伝えします。今回2人分の11泊のクルーズ費用は 2648.76 US ドル。支払い当時のレートで40万848円。それ以外にかかった費用、寄港地ツアー代金、サービス料金については動画の最後でお伝えします。1時半になったので自分の部屋をチェックしに行きます。はい、今回711ですね。7階のインサイドの部屋になりましたね。来るとこうやって、はい、こうして今カード入ってました。はい、じゃあこのカードで開けていきたいと思います。はい、開いた。はい、今こちらのドア開けて入ったらもう一個ドアありますね。すぐこれ部屋かなと思ったんですけども、はい、もう一個入るみたいです。よいしょ。これが部屋か。真っ暗。はい、今電気つきましたね。はい、これがねインサイドの部屋になります。はい、窓側じゃない部屋ですね。はい、船がこうあって、今回こちらですね、後ろの後方の7階の、はい、部屋になります。はい、こちらバスルームですね。シャワールームがあって、はい、トイレがあります。ウォシュレットではありません。そしてこちらに前にね鏡が広くあるので、まだね広く見えますね。向こうに棚があってコップがね2つ置いてあります。はい、うがいで使いたいと思います。棚があるんですけど、アメニティはねほぼ何も置いてません。あるといえば、はい、こちらのね石鹸が1つあります。こちらシャワールームにね洗剤が置いてあるんですけども、前使った時頭バリバリになった洗剤だったので自分で持ってきた方がいいと思います。高さが調節できるシャワーがあって、シャワーだけですね。カランはないですね。はい、で向こうに下の方にね足をかけるところがあります。本当一人がね簡単に浴びれるシャワールームです。お部屋の前景はこんな感じですね。縦長の部屋になります。バルコニーの時はベッドの向きがですね、横になってましたね。
頭がこっちでこっちが足で、向こう側にバルコニーの窓がねあったんですけども、今回内側なので何もありません。はい、向こうを頭にするとテレビがこんな感じなのでね、ちょっと斜めに見るような感じになりますね。こちらにね開き戸があるのでね、ちょっと開いてみましょう。はい、ハンガーがね、6個ありますね。ドレス持ってきても、長くこうしてかけられになってますし、多分これ折りたたみじゃないかな。あ、そうですね。はい、こうすればねシャツとかをね上下にかけることもできますね。こっちも開けてみましょう。こっちもハンガーありましたね。はい、合計11個ありました。はい、助かります。棚があって、はい、セキュリティボックス、小さめのセキュリティボックス、パソコンは入らないですね。で、下に引き出しがね2つこうしてついてます。何も入ってないですけどね。たくさん荷物持ってきてもね大丈夫ですね。はい、ソファーが1つここにあって、そして椅子があります。はい、この椅子はねテーブルはね前と一緒だったんですけど、このソファーはね前なかったですね。その代わり、2、3人かけられるソファーはあったんですけどね、それがなくて今回1人掛けのソファーになっています。こういったね、はい、おしゃれなライトありますね。で、コンセントはね、はい、いつもながらアメリカのコンセントですね。日本のコンセントもそのまま刺さります。はい、USB が2つ。はい、スイッチね、これインドネシアのタイプも刺さりそうなコンセントがあります。はい、今回もね延長ケーブルで没収されました。はい、分かってたんですけどね、ホテルで使いたかったので一応持ってきたんです。後で返してくれるのでその辺はあんまり心配してません。湯沸かしポットがあって、マグカップが2つ、そして、コーヒーがね、粉のコーヒーと紅茶類がね、はい、いくつか入ってますね。はい、砂糖とかね、シュガーとかね、ブラウンシュガーとかもこちらに入ってます。前回はねペットボトルもらえたんですけど、今回ないのかな。はい、冷蔵庫ありますけどペットボトルないですね。水筒持ってきといてよかったですね。水筒で、ビュッフェからねもらっていきたいと思います。はい、ドライヤーがこちら入ってます。でこれも引き出しですね。ティッシュが入っていて、これブレックファーストね頼みたい方はねドアノブにかけとくと持ってきてくれます。ベッドがあって、ベッドの下にね確かね、はい、こうスペースがあるので、ここにね、はい、スーツケースとかねこの中にね入る高さになっていると思います。アパホテルのベッドと同じですね。でこちら電話があって、ライトですね。これか。はい、ライトがあります。クッションはね、はい、同じようなクッションが2つついています。で幅が結構広いですね。160、180ぐらいあるベッドなのでダブルベッドですね。はい、ここでゆっくり横になりたいと思います。はい、電源がね1つこちら側にあります。はい、上にね戸棚があります。ここにもね物を入れることができるので、収納がね結構たくさんあるんですよね。はい、クルーズはね結構皆さん荷物たくさん持ってくる方多いのでね、はい、こういうとこにね収納しとくのもいいと思います。あとこちら、はい、こちらが何かというとですね、確かね外の景色が見れたんじゃないかなと思うんですけど、どうやって電源を入れるのか。ちょっとねこの外が見れるねバーチャル TP というかねスイッチがちょっとわからないので、また後でね付け方分かったらね、はい、撮りたいと思います。はい、とりあえずね、こんな感じの今回最安のお部屋どんな感じかねご紹介したんですけども、この部屋でね今回11泊ですね、はい、過ごしていきたいと思います。はい、それではこの部屋からは以上です。失礼します。部屋に荷物を運んだ後は船内の散策。まずは無料のソフトクリームをいただきます。ソフトクリームねもらってきました。前回シンガポール初のスペクトラムオブザシーズの時は、ね、ラクトアイスだったんですよ。今回ねすごい美味しいです。本当にミルクのソフトクリームです。これだと結構食べれそうです。はい、じゃあいただきます。基本的な船の設備や形状はスペクトラムオブザシーズとかなり似ています。歩いていると目の前に大きなパンダの親子のオブジェを発見。このオブジェは本物のパンダより巨大サイズで見応えがあります。出港前はこのようにオペラハウスを高い位置から見ることができます。この角度でオペラハウスが見られるのはクルーズ船ならではですよね。観光名所のハーバーブリッジも船の上からだとかなり近くで見ることができます。ちょうど今
橋のアーチ部分を人が歩いているのが見えます。アーチ部分はツアーに参加すると歩けるので、高い場所が好きな方はぜひ試してみてください。午後5時、船はいよいよ出港。ハーバーブリッジやオペラハウスに見送られながら、船はニュージーランドへ向かいます。午後7時30分、夕食は3階のレストランへ。今回僕らの席は一番窓際でした。クルーズ中はずっと同じ席なので、いつも海を見ながら夕食をいただけるのは嬉しいです。夕食が来ました。まずは前菜のトマトスープ。これはトマトの癖が強くてちょっと苦手な味でした。もう一つ追加で頼んだ前菜、エスカルゴのガーリックバター。エスカルゴはサザエのような食感で美味しいし、こちらのソースでパンを食べると本当に美味しいのでおすすめです。メインのニューヨークステーキが来ました。こちらはミディアムレアでいただきます。クルーズ船ではやっぱりステーキですよね。ポテトも丸ごとついているので、これでもうお腹いっぱいです。午後9時30分、クルーズで一番大きなイベント会場であるロイヤルシアターに夜のショーを見に来ました。この日はバンド演奏から男性コメディアンのジャグリングショーが始まりました。このコメディアンのボケや客いじりで会場は何度も大爆笑。また時折見せる上手なジャグリングで会場は盛り上がっていました。午後10時30分、今度は2つ目のイベント会場である270のショーを見に来ました。ストーリーはよくわかりませんが、懐かしい曲とダンス、鮮やかな照明や動く舞台、大きなスクリーンの映像など、なかなか面白いショーでした。午前7時、朝食は14階のウィンドジャマーにやってきました。まずはしっかり手洗いしてビュッフェ会場に入ります。ウィンドジャマーは開店時間すぐだといつも空いているので、早めに来るのがおすすめです。こちらはオートミールとヨーグルトみたいなもの。うちの妻が食べたんですが、あまり美味しくないと言っていました。こちらはハードパンにアボカドソースとゆで卵が乗っているもの。こちらにはハッシュドポテト。この船のハッシュドポテトはとても美味しいです。ゆで卵もいただきます。こちらはコンビーフハッシュ。これも美味しいですよね。他にもカリカリベーコン、ウインナー、焼きトマトなどがあります。オレンジのメロン、緑のメロン、スイカ、パイナップル、グレープフルーツ、バナナ、リンゴなどが用意されています。こちらはサラダコーナー。クルーズ乗船中はここでしっかり野菜を取っておきましょう。隣にはチーズやサラミ、ハムコーナーもあるので、毎日アレンジして自分好みのサラダを作ることができます。こちらのコーナーではポークの塊からシェフが食べやすいサイズにカットしてくれます。こちらは飲み物のコーナー。温かいコーヒー、お湯と様々な紅茶パックがあるので自由に選べます。こちらが今日の朝食です。基本的に朝食メニューはそんなに変わらないので、僕の朝食は毎朝こんな感じでした。それではいただきます。11時、16階にあるフィットネスジムにやってきました。この船のフィットネスジムはかなり広くて、有酸素運動のマシーン、筋トレのマシーンも所狭しとずらりと並んでいます。一般のジムより広さもマシンもかなり充実していますね。とりあえず僕らはトレッドミルで早歩き。ジムは船の先頭部分に位置しているので、海を見ながら歩けますし、前のタッチパネルでゲームを楽しみながら運動できます。エアロバイクをしていると、目の前でメタボリックメソッドが始まりました。講師の方が肥満の原因となる脂肪、砂糖、アルコール、タバコを控えるようにと説明していますが、食べ放題のこのクルーズ船でこのメソッドを当てはめられる人は何人いるのでしょうか。14階の室内プールにやってきました。運動で汗をかいたので水着に着替えてプールサイドのジャグジーでゆっくりします。ジャグジーの後は小腹が空いたので4階にあるピザソレントスへ。スタッフが常にピザを焼いているのでいつでも焼きたてを食べられます。小腹が空いた時や夜に他のレストランが閉店した後でも空いているのでとても助かるピザの店です。
日はサラミが乗ったピザとたっぷりチーズだけのピザの2種類をいただきます。まずはチーズピザからいただきます。クリスピーな薄い生地とチーズがとてもマッチしていて美味しいです。次はサラミのピザをいただきます。こちらも美味しい。サクサク食べれるのでまたおかわりしてきました。一応入ってすぐね、問題があったのがですね、こちらですね。結局ね、つかなくて、昨日からずっとスタッフの方にね言ったんですけどね、やっぱなんか不具合いるみたいで、もうちょっと僕らもね部屋買うのめんどくさいんで、ニュージーランドの観光している間に直してくれるというふうに言ってました。ちょっとビジョンが見れないのはね残念ですけど、まだまだ何日もあるので、しょうがないかなと思います。はい。午後7時30分、夕食は昨日と同じく3階のレストランへ。今日はチーズの乗ったオニオンスープ、そしてエスカルゴ。メインはローストビーフ、テンダーロインをいただきました。食後はロイヤルシアターで夜のショーを見に行きました。この日のショーはたくさんのダンサーのダイナミックな踊りと歌手の声量に感動しました。あっという間の45分、素晴らしいショーでした。クルーズ3日目、今日も丸1日クルーズです。朝はいつものようにウィンドジャマーで朝食をとり、外は肌寒いので室内のアトラクションを楽しめるシープレックスへ。こちらのブースでは Xbox を楽しめます。またこちらでは道具を借りて卓球を楽しめます。この船は30分の予約制なので、また今度予約して遊びに行きたいと思います。下のフロアではちょうどダンスレッスンが行われていました。最近は腰を振るちょっとセクシーなダンスが流行っているみたいですね。船内のショップやバーなどが並んでいるロイヤルプロムナードでは買い物が楽しめるようになっていて、こちらも人がたくさん集まっています。終日クルーズの日でも船内でいろいろ楽しめますね。昼食後はロイヤルシアターで有名な映画の裏話を聞けるショーがあったので見に行きました。すべて見たことのある映画だったので意外と面白かったです。今日は3階のレストランではなくウィンドジャマーで夕食をいただきます。こちらのコーナーではシェフがチャーハンもしくはビーフンをその場で炒めてくれるので、熱々の料理が食べられます。今回はビーフンをお願いしました。ビュッフェで出来たての料理が食べられるのはいいですよね。ニュージーランド時間の8時21分なんですね。すごい肌寒くて、まだね明るいんですよ、外空がね。こんな感じです。もう日本の8時20分でこんなんじゃないですよね。全然ね9時になってもねいつも明るいんですよね。気温はね多分14度ぐらい5度ぐらいだと思うんですけど、誰もやっぱプール入ってないですね。あそこにゴンドラがあるんですけども、今回ね故障して動かないようです。半年後ねこの船は、またアメリカかどっかに帰ってね、また全部分解して修理するみたいですね。やっぱりね何年か経つといろんな故障のところが出てくるみたいですね。夜のショーを見にロイヤルシアターへ。今日はエルビス・プレスリーの定番曲を3人の歌手がバンド演奏とともに歌うショーでした。有名な曲が多いせいか、最後はスタンディングオベーションでかなり盛り上がっていました。270の会場では80年代の曲に合わせて踊るイベントがやっていました。乗客の皆さんが朝から80年代風の服装をしていたのはこのイベントに合わせていたみたいです。懐かしい曲をみんなで踊って盛り上がれるイベントでした。今日は最初の寄港地ニュージーランドのウェリントンを観光します。ニュージーランドのねウェリントン、11時ですね。はい、結構気温は肌寒いですけど到着しました。シャトルバスに誘導されてバスに乗りました。ウェリントンのパンフレットをもらったので、こちらを見ながら今日は観光したいと思います。バス5分ぐらい乗ってきてね、バス停みたいなところで降ろされました。イミグレ行くのかと思ってパスポート用意してたんですけど、イミグレなしでそのまま、道路に、放置ですね。はい、ここからみんなどうするのかね、地図開いて考えてるから、街並みはねすごい昔の街並みがあって、ニュージーランド来たなって感じします。
肌寒いんですけども天気いいので今日はね、はい、歩いてもね気持ちよさそうな一日になりそうです、はい、これからウェリントンの街楽しみたいと思います、はい、ケーブルカーに乗ってね山の丘の上にね登る、有名な観光場所があるんですけど全然今の位置がわからないので、皆さんにねついていきたいと思います。はい、香港の時もね本当何も分からず降りてみんなについていったら観光できたので、そんな感じでね今回も観光したいと思います、はい、今ケーブルカー到着しました。これから乗りたいと思います。If you have return tickets, please board the car when you're ready to go back down here. The cars depart every 10 minutes. ケーブルカーの頂上の駅からはウェリントンの街並みと美しい湾を見渡すことができます。はい、今ケーブルカーで上に登って景色楽しんでからね、帰りはこうして、ダウンヒルの道があるのでね、そちらをのんびり歩いて降りたいと思います。なのでケーブルカーはね片道だけ購入しました。はい、上りはね疲れるので買った方がいいと思います。帰りはね多分ねゆっくり歩いていけばね空気も気持ちいいので、天気のいい日はね歩くのがおすすめです。これからボタニカルガーデンに寄って降りていきたいと思います。はい、今ね下ってるとこういって根っこからねいきなりバッと枝分かれしている木がねたくさんあります。何の木かねちょっとわかんないんですけどね、はい、珍しいですよね。日本じゃちょっとなかなか見れないようなね、はい、根っこからいきなり枝分かれしてますね。これもこちらもそうですね。で季節がね夏なんで、セミが鳴いてます。風はねとてもね秋みたいな風なんですけど、日差しがとても強いので、はい、歩いてるとね軽く汗ばむ感じですね。はい、天気悪い時はねちょっと羽織るものがあった方がいいと思います。はい、それでは引き続き下っていきます。はい、今ローズガーデンというところに来ています。結構30分40分ぐらいねケーブルカーの頂上から、ゆっくり歩いてきて、こちらに到着しました。温室みたいなところがあるので入っていきたいと思います。はい、温室ですね。ベゴニアハウスってなってました。いろんな色のベゴニアがね、はい、綺麗ですね。この温室には世界中のベゴニアが集められています。またレディー・ノーウッドバラ園があって300種以上のバラが植えられているそうです。また日本庭園のような場所もありました。はい、帰りのクルーズのバスが来ました。これ無料でね帰れるのはいいですよね。2階建てのバスになります。じゃあこれでクルーズの方にね、ちょっと時間早いんですけどね、もう疲れたのとお腹空いたので、はい、船でご飯食べたいと思います。それではバスに乗り込みます。ちょうどね3時頃なんですけども、ちょっと早めなんですけども船に戻ってきました。ウェリントンはねほんと小さな町で 2,3 時間で観光できるって聞いてたんですけども、ほんとそんな感じで3時間ぐらいですかね、3時間から4時間ぐらいで帰ってくることができました。これからまた船に登ってね、はい、食事とかジャグジーとかゆっくりしたいと思います。ジャグジーの強力な泡が疲れた体を癒してくれます。最初の1日目からですね、船の外の様子がねここでカメラで大画面で見える予定だったんですけど、初日からこれ見えなかったんですよね。ウェリントンでね1日どうせ観光するから、その時にね修理しとくよっていう風に約束してくれたんです。はい、ウェリントン行きましたですね。帰ってきてやっぱまだ映んないんですよね。4階にあるねゲストサービスの方に直接行きました。で、その方に言われたのが、部屋を変えるかオンボードクレジットをね船の上で使える、お金ですね、それか、返金かキャッシュで返金かどれか選んでくださいって言われたので、
もう迷わずキャッシュで返金してくださいって言って$150ですね、返金してくれることになりました。なのでこれからクルーズ乗る方でこういったモニターがね映らない場合、実際ダメ元で言ってみることをお勧めします。昨日ウェリントンを出発したクルーズ船は2番目の寄港地ピクトンに到着しました。今日は船の観光ツアーに参加します。はい、今9時40分ですね。マルボロサウンズのカヤッキングにね行きたいと思います。ツアーはねこうやって船降りてすぐ、行くことができます。こちらにね、ツアーの案内があります。こちら乗っていきます。今回カヤックする予定のマールボロサウンドはニュージーランドの南島北端部に位置する複雑な地形のリアス海岸。太古の渓谷に太平洋の水が流れ込み、海面下に沈んだ谷が未完成なパズルのような形で1500キロにも及ぶ海岸線になっているそうです。ここからカヤックに乗って出発するみたいです。カヤックはかなり本格的なもので2人で乗ります。インストラクターがカヤックに乗りながらカヤックの操縦の仕方、またこの土地のことについていろいろ説明してくれます。透き通ったエメラルドグリーンの海と木の木目のような独特の地層が特徴的な岩肌です。時々狭い岩と岩の間を通ったり、岩のトンネルをくぐり抜けたりするポイントもありました。さっきね僕たちが通ってきた穴があんな感じのとても狭い穴をみんな通っていきました。結構楽しいですね。今日はすごい天気が良くてポロシャツ1枚でね全然大丈夫です。ただ日差しが強いのでサングラスとかね日焼け止めとか持ってきた方が良さそうです。あとはね、帽子とかもねあった方がいいかもしれません。貴重品とかはね心配しなくてもね、こうやって袋の中にね入れて保存することもできます。ショートブレッドをね今ね配ってます。皆さん食べてますね。ちょっとしたおやつですね。美味しい。口の中の水分持っていかれるので水は持ってきた方がいいですね。参加者が全員帰ってきました。体力を使うのでちょっと疲れますが、マールボーロサウンドを間近で感じられる面白いツアーだったのでおすすめです。ツアーの後は送迎バスの運転手さんが周辺情報などを説明しながら運転してくれます。途中海が見える写真スポットで停車してくれました。この港は南島と北島を結ぶフェリーの主要な寄港地で、これから北島のウェリントンへ向かう船が停泊していました。その後景色を見ながらバスに揺られて無事クルーズ船に戻ってきました。午後5時、クルーズ船はピクトンを出港。複雑なリアス式海岸を抜けて3つ目の寄港地北島のネイピアに向かいます。夕食は久しぶりに3階のレストランへ。今日はエビの日ですね。エビが来ました。揚げてますね。サクサクと揚がっててソースが美味しいです。ココナッツソースみたいですね。メインディッシュ来ました。シュリンプです。これ本当はもっと半分の大きさなんですけども、2皿分入れてもらいました。なのでエビが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個。今日はねこのエビを食べに来たと言っても過言でありません。エビ尽くしですね。バターで炒めてますね。美味しい。うますぎる。午後9時30分、今夜のロイヤルシアターのショーはボイスオブロイヤル。高い歌唱力を持つ歌手が順番に歌っていきます。やっぱりクルーズ船の歌のショーは迫力があっていいですよね。ピクトンを出港したクルーズ船は今朝3番目の寄港地北島のネイピアに到着しました。午前10時30分、今日は予約していたホークスベイパノラマツアーに参加します。運転手の方がバスを走らせながらこの地域の歴史や特徴について説明してくれます。この町は1931年に起きた大地震と火事によって一度は町全体が壊滅状態になりました。しかしその後の復興時に町全体で当時人気のあったヨーロッパ建築様式であるアールデコ調を取り入れたため、今ではアールデコの町として
ニュージーランドだけでなくヨーロッパでも知られています。他にも本物のマヌカハニーについての説明や、この地方で作っている果物、そしてワインについても詳しく説明してくれました。この地方ではリンゴもたくさん作っているみたいですね。ブドウ園などの説明もしてくれました。蜂蜜屋さんに到着しました。ここでは本物のマヌカハニーをテイスティングできるので、気に入った蜂蜜を購入できます。ここでは蜂の巣のできる様子や、実際に蜂の巣の中の様子を見ることができます。こちらはガラス越しに実際に養蜂の様子を見ることができます。こちらのコーナーでは実際にいろいろな蜂蜜をテイスティングできます。アイスクリームスプーンに蜂蜜を乗せていただきます。まずはマヌカハニーをいただきます。結構舌触りがザラザラしていて、かなり甘みが強い蜂蜜ですね。他にも花によって味や色が違う蜂蜜が何種類かありました。他の蜂蜜もテイスティングしてみましょう。はい、今蜂蜜屋さんをねちょうど出発しました。いろんな蜂蜜をね、味見できて、その蜂蜜をね実際に、購入することができる、そんなお店なんですけども、結構ねマヌカハニーっていうのがこういう蜂蜜なんだなっていうのはね初めて知りました。はい、結構ね口触りがザラザラする、そんな蜂蜜でした。でね、運転手さん曰くね、本当にマヌカハニーって言われている多くの蜂蜜は結構偽物が多いっていう風にね言っていたので、この店で買っておけばね多分本物なんだと思います。1瓶 500g で5000円ぐらい、4000か5000円ぐらいでね売ってたんですけども、バスのね乗客の方ね皆さん購入されてました。僕もねマヌカハニー初めて食べて美味しかったらね購入しようかなと思ったんですけどね、どうしてもインドネシアでね食べる蜂蜜の方がね僕はちょっと好きだったので、今回はちょっと購入しませんでした。インドネシアは、天然で皆さん木にできてる蜂蜜とか石の間にある蜂蜜とかね天然の蜂蜜取ってるので、ちょっとインドネシアの方がフルーティーなので僕は好きなんですよね。同じ値段出すんだったら、インドネシアでいいかなと思って今回ちょっとやめました。好きな方はねマヌカハニーっていうのはねファンの方いると思うので、よかったら購入してみてください。結構面白い施設でしたね。フルーツ屋さんに到着しました。フルーツとかね、はい、アイスクリームもね食べれるみたいです。Yeah, thank you. すごい大きいです。ちょっと垂れてきたので少し味見してみますね。うめえ。すごいね、本物のフルーツ使ってるのでめちゃめちゃフルーツ感がすごいです。はい、今1時47分ですね。はい、クルーズ船に戻ってきました。クルーズ船のねツアーに申し込むとこうしてねもうクルーズそばまで来てくれるので、本当に助かります。午後7時30分、レストランに食事に来るとちょうど窓から船が並走しているのが見えました。さっきネイピアを出港したので、地元の水先案内人がクルーズ船が安全に航行できるように先導してくれているみたいですね。ありがとうございます。今日の前菜はエスカルゴのガーリックソース、これで3回目なんですが僕はハマっています。メインは今日のおすすめ料理のトラディショナルフィッシュ&チップス。フィレオフィッシュをフリッター風に揚げたような感じです。ジャンクフードをフォークとナイフで食べている不思議な感じでした。風船が天井から落ちてくるバルーンドロップのイベントが4階のロイヤルプロムナードで行われるというので行ってきました。たくさんの風船が一気に落ちてきて大盛り上がりのイベントでした。ネイピアを出港して南島のダニーデンを目指して、今日は丸1日クルーズになります。はい、今ね海沿いのねこういったサマーベッドでずっと横になってました。今日一日、クルージングなのでね、で昨日もすごい疲れちゃって、もう朝食食べてもすぐここで横になってました。結構ね横になってる方多いですね。で風が結構涼しいのでね、室内のプールの方に来てます。はい、ギグスカイがね
はい、つながってるので今日スピードテストしたいと思います。それではスタート。はい、今日はね屋上のプールで、従業員対お客さんのねビーチバレーが行われています。右側の奥側がねお客さんですね。で手前側がクルーですね。はい、クルーの方がね人数少ないんですけどね、強いですね。結構ね盛り上がっています。水中バレー結構プールが深いのでね動きにくそう。すごい今ね点が入りました。結構皆さん楽しんでます。はい、こんなイベントもやってます。先ほどですねゲストサービスに行って酔い止めをもらってきました。はい、こちらですね、もらってきました。ゲストサービスに行ったらね2錠入りのタブレットが3つくれました。なので本当にこれ無料で簡単にもらえますので、酔い止めの薬日本から持ってこなかったとか、ちょっと薬ないんだけど酔っちゃったって方はね、簡単にゲストサービス行ってください。もらえます。はい。船はニュージーランドの最後の寄港地、南島のダニーデンに到着します。午前9時30分、指定されたツアーバスに乗ってツアーの船着き場へ向かいます。今回のツアーは小さな船に乗ってオタゴハーバーに生息するさまざまな渡り鳥やペンギンやオットセイ、アザラシやイルカ、シャチなども運が良ければ見られるそうで、今から楽しみです。船から近いとこですね。モナーク。はい、ここから少し歩いてね、小さめの船に移動します。はい、これが今回僕たちが乗る船ですね。モナークっていうみたいですね。はい、結構ちっちゃい船です。いよいよ船が出発しました。船内はこんな感じで、ゆっくり座りながらスタッフから説明や情報を聞くことができます。珍しい鳥や動物がいたらすぐスタッフが教えてくれるので助かります。いろんな渡り鳥がねここから見れるみたいです。アホウドリとかいるみたいなんですけどね。結構双眼鏡も借りれて、皆さん上着も貸してくれるので風がとても冷たいんですけど、結構快適にね見ることができます。ただ今日はちょっと霧が濃いのでなかなか遠くまでは見れないですね。アザラシがいた模様です。さっき顔を出してたと思うんですけど、ちょっと今もう見えないですね。はい、今ペンギンがねいたらしいんですけどね、ちょっとカメラには収めづらいですね。陸間では少し頭見えたんですけどね。はい、今船は港に向かっています。陸の方はね結構ね霧が晴れてるんですけど、本当この海上の方ね、今回行った方はねもうすごい霧でした。うちの妻がねペンギンがね魚を食べている様子とか、オットセイも見たみたいなんですけどね、僕もちょっと見たんですけども、カメラはねちょっと収めるのはちょっと難しかったと思います。ただ水鳥はね本当たくさん見れたので、良かったと思いますね。ニュージーランドの海岸線は本当に自然が豊かですよね。山や丘の上には人工物が全く何もない光景ばかりでした。岸が近づくにつれて僕たちが乗船しているクルーズ船が見えてきました。今回は霧が濃くてあまり動物たちが見られませんでしたが、クルーズ船を降りてすぐ近くの港だったので気軽に楽しむことができたツアーでした。港の近くに海洋博物館があったので寄ってみました。中には大きなスクリューが展示してあり、これまでダニーデンに寄港したいろんな船の模型が飾ってありました。こちらの部屋には昔航海するときに使ったいろいろな道具がずらりと展示されています。港のすぐそば、また入館無料なので気軽に見学をできるのもいいですね。はい、今日はポテトスープで、ポテトがね溶けてるみたいで、コーンスープのポテト版みたいですね。美味しい、温まります。ショートリブっていうのが来ましたね。すごい見た目がね本当にチョコレートショートケーキみたいな感じなんですけど、美味しいのかな。いただきます。柔らかいですね。すごいホロホロのお肉ですね。はい、今ね、夜の20時16分になります。まだ太陽が沈んでいません。なんでこんなことが起きているかというと、ニュージーランドの今下の方にいるんですよね。なので南極に近いから
なかなか日が落ちないのかなと思ってます。もうね8時半だったらね、日本だと暗いですよね。太陽はねちょっと何時に沈むか分かんないんですけどね、私たちこれから夜のショーをね楽しみたいと思います。午後9時30分、今夜のショーはクイーンのフレディ・マーキュリーのそっくりさんがクイーンの有名な曲に合わせてジャグリングしたり、観客をステージ上に呼んでいじったりして何度も笑いを誘っていました。最後は大勢の観客をステージに上げて観客に持ち上げてもらって移動するクラウドサーフをするという観客参加型のショーでした。今日は今回クルーズ一番の見どころであるダスキーサウンド、ダウトフルサウンド、そして世界遺産のミルフォードサウンドを巡ります。午前7時、今日は天気が良く燃えるような朝日の景色でした。8時から最初のサウンドが見えるそうなので、今のうちに朝食を済ませておきます。午前8時30分、船は一つ目のサウンド、ダスキーサウンドに入りました。このダスキーサウンドは、この海岸線の数多くのフィヨルドの中でも最も入り組んだものの一つで、この海岸で最大級のフィヨルドであり、長さが 40km で最も広い地点で幅が 8km もあるそうです。大きいですよね。このダスキーサウンドへのアクセス方法は海または空のみで、この海岸に至る道路はないので、実際に見たい方はクルーズ旅行がおすすめです。はい、今ねイルカの群れがいました。ちょっとカメラじゃね、映らないかもしれないんですけど、6頭ぐらいいますかね。結構いましたね。結構ね、天気はいいんですけど風が冷たいので、僕は今雨がっぱ上下着てフードもかぶっています。カッパ持ってきておくとね、こういう時いいと思いますね。半袖短パンの方もいるんですけど、やっぱりずっとはいられないですね。本当にね自然豊かなところです。はい、ところどころこういったね小さい島ですね。はい、出現しています。本当にね、人が全く住んでいない、道路もない、電線もないような大自然がねずっと広がっています。クルーズ船でねこういうとこ通れるのってねなかなかないと思うんですけども、本当にね大自然楽しむことができます。1時間ほどダスキーサウンドの渓谷を楽しんで、船は折り返すことなく外洋に出ました。さっきまでは風も波も穏やかだったんですが、外洋に出ると一気に風と波が強くなります。クルーズ船からしか見ることのできない渓谷の素晴らしい景色を満喫できました。イルカの群れも見ることができてよかったです。クルーズ船はこれから2番目のサウンド、ダウトフルサウンドを目指します。午前11時、クルーズ船は2つ目のサウンド、ダウトフルサウンドに入りました。両側が霧だった山の狭い峡谷の中をクルーズ船は進んでいきます。かなり山の近くを通るので、削れた岩肌や滝ができている様子も近くで見ることができます。最初のサウンドより海からいきなり高い山がそり立っているような感じがします。人を寄せつけないような手つかずの大自然をゆっくり見ることができます。今日は天気も良く波も穏やかなので、まるで湖を静かに進む遊覧船に乗っているみたいです。船は広い場所で停止、そして大きく旋回しだしました。ロイヤルカリビアンの大きな船ではこれ以上進めないので、ここで180度旋回して折り返します。旋回時は同じ場所にいてもダウトフルサウンドの壮大なパノラマの景色をゆっくり楽しめます。ダウトフルサウンドでも天気が良く波も風も穏やかだったので、壮大な景色をゆっくり堪能できました。多くの乗客が美しい景色を見るために船の最後部に集まっています。またこの絶景の中、フローライダーで波に乗りながら景色を楽しんでいる人もいます。今かなり気温が低いんですけど、寒くないんでしょうか。
11時50分、サウンドの出口が近づくにつれて風と波が強くなってきました。このサウンドの次は世界遺産にも登録されている3番目のサウンド、ミルフォードサウンドに向かいます。はい、今船がすごい揺れてプールがまたえらいことになっています。こういうプールもね面白いかもしれませんね。はい、でも一応ね今遊泳禁止になってるのかな、やっぱり危ないからね。午後1時、3つ目のサウンドに到着するまでは少し時間があるので、その間にロイヤルシアターでミルフォードサウンドに詳しいレンジャーがサウンドの歴史、見どころ、サウンドに生息するさまざまな海洋生物、また海鳥についても紹介してくれました。伊勢海老もいっぱいいるみたいですね。午後3時、ミルフォードサウンドに入ってきました。こちらのミルフォードサウンドはユネスコの世界遺産に登録されていて、外洋から 15km 内陸まで続いていて、1200m 以上の断崖絶壁に囲まれているのが特徴です。ミルフォードサウンドで最も有名な山は標高 1800m のマイターピークで、ニュージーランドを象徴する景色として多くのガイドブックやポストカード、土産品、その他にもポスターなどのイメージとして使われる山で、海水面から直接そそり立つ山としては世界で2番目の高さを誇ります。ミルフォードサウンド内の岩山の内部には銅や金が埋まっているらしく、発見当時は金を求めて訪れる人もたくさんいたそうですが、岩肌が強く硬すぎて、また海水面からの作業となるため採掘を諦めたそうです。ちなみに現在は世界遺産になったため、鉱物を掘ることは違法となっています。人を全く寄せ付けない大自然の美しさに惹かれて、毎日何千人もの観光客がここを訪れます。後でクルーズ船のスタッフから教えてもらったんですが、今回3つのサウンドすべてで天気が良く、波が穏やかだったのはかなり珍しいそうです。なぜならこの海域は年間を通じて雨が多いらしく、一つのサウンドが天気が良くても他のサウンドが雨だったり、波が高い場合には船はスピードを上げて航行しないといけないそうです。なのでスタッフが、今回君たちはとてもラッキーだったよと教えてくれました。ミルフォードサウンドを堪能した後、船は180度旋回して航路を引き返します。今回はダイジェスト版ですが、他の動画でノーカット 4K バージョンもアップしていますので、よかったらそちらもご覧ください。午後7時30分、今日も3階のレストランで夕食をいただきます。今日の前菜はツナのカルパッチョ。薄く切った生のツナに黄色いオレンジソースがかかっているんですが、これがかなり微妙な味でした。ツナにはやっぱりわさびと醤油が欲しくなりますね。メインはいつもお肉を食べているので、今回はサーモンのハーブ焼きにしました。サーモンは脂が乗っていてハーブの味とよく合います。付け合わせのマッシュポテトもよくマッチしています。たまには魚もいいですね。デザートはパンナコッタ、上にイチゴとイチゴソースがかかっています。外国のデザートは甘すぎるのが多いんですが、こちらのソースは甘すぎずさっぱりとした味で、下のパンナコッタとよく合っていました。午後9時30分、歌のうまい男性のワンマンショーなんですが、後半は特徴を捉えた笑えるモノマネをしだして会場を何度も沸かせていました。海外版コロッケさんのような方ですね。そして最後はエルビス・プレスリーの歌で締めて、かなり楽しいショーでした。今部屋に帰ってきたんですけども、今日がねクルーズの中での一番の揺れです。その原因がこちらにもね今テレビで説明してるんですけども、サイクロンですね。日本の台風にあたる、サイクロンの中を今船を通っているような形です。ここがニュージーランドでね、今これがね航路なんですけども、もうちょうど台風の目がこちらにあって、でこのラインをね、オーストラリアをね向かっていく予定なんですけども、一番ねやっぱりサイクロンの風の強い部分をね通るみたいで、
もう結構揺れがひどいです。はい。以前ね、クルーズの1回目の時にね、台風のね、うねりの中を通ったことがあったんですけども、それも結構揺れたんですけど、それ以上ですね、今回ね。明日、明後日かけて首都に帰るんですけどね、なんとか無事にね、サイクロン抜けてくれたらいいと思っています。昨日ミルフォードサウンドを満喫した後、船は今日明日と2日かけて最終到着地シドニーの港を目指します。はい、おはようございます。朝食後にね、今回のクルーズ1ね、揺れがひどいのでプール見に来たら、もうプールがねクローズしてますね。水抜かれています。さすがに昨日ね、もうすごい波の出るプール並みにもう溢れてたので、もうこれは危ないというのでね、水抜いたみたいですね。ただね、サイクロンが近いので屋上の椅子がね全部ね畳まれています。やっぱ飛ばされないようにとかね、揺れで滑らないようにでしょうね。ではね、今日も一日クルーズ楽しみたいと思います。では失礼します。昼食の時間帯になると、プールサイド横にあるフィッシュ&シップスがいつも混んでいるので、今日はここで昼食をとりたいと思います。注文方法がよくわからなかったんですが、とりあえず適当に指さして注文しました。プールサイドでいただきます。どれが何なのかよくわかりませんが、タルタルソースにつけていただきます。まずは小さいフライから食べてみます。これはエビみたいなんですが、塩が効きすぎてかなり塩辛い味付けでした。こちらは魚、白身フライですね。揚げたてで熱々です。これはやっぱり美味しいですね。こちらはポテト、カットしたまま揚げたポテトなので、これは美味しいです。全体的に茶色い食事でしたが、たまにはいいですね。午後7時30分、エビのガーリック炒めが来ました。普通はね4つらしいんです。エビ4つらしいんですけど、ちょっとねもう無理言ってね、エビだけ増やしてもらいました。1、2、10個乗ってます。すごいですね。倍乗っけてくれって言ったのでね、エビだけ倍乗っけてくれました。はい、じゃあいただきます。うめえ。本当にエビは美味しいので、倍ちょうだいって言った方がいいと思います。なんかね、ソースもエビっぽいソースだなこれ。2皿頼んじゃうと、ほうれん草とかの付け合わせも全部2倍できちゃうので、エビだけちょうだいって言った方がいいです。今日は僕も妻もエビ10個です。じゃあゆっくりいただいていきます。美味しいです。はい、砂糖を使っていないショートケーキが来ました。ちょっとね美味しいかどうかわかんないですけど、食べてみます。はい、甘みはなくて砂糖使ってないだけありますね。こういうノンシュガー系のデザートをね、結構クルーズで出してくれると助かるんですけどね。どうしてもみんな甘いのが多いので、もうクルーズの絶対太っちゃうんですよね。ちょっと砂糖取りたくないけどデザート食べたいって方にはいいと思います。はい、じゃあコーヒーと一緒にいただいていきます。はい、レストランから見たね海なんですけど、やっぱサイクロンが近いせいか昨日よりすごい荒れてます。まっすぐ歩くのがね本当困難なぐらい今日結構荒れてます。午後9時30分、今日はオーストラリアの有名な方のスタンドアップコメディ。これは正直きつかった。大好きな芸能人の話なら45分も聞いていられるんですけども、全く知らない外国人、しかも英語の話を45分、気づいたら2人とも寝てました。正直スタンドアップコメディはクルーズ向きのショーではないと思います。午後10時30分、270でオーケストラバンドの生演奏があったので気に入りました。やっぱりクルーズのショーは音楽の方がいいですよね。11日目午前10時、いつものように朝食をとったらシープレックスでゴーカートがやっていたので参加しました。ただただ他の車にぶつけて楽しむだけなんですが、ぶつけた方もぶつけられた方もなぜか笑ってしまう不思議なゴーカートでした。クルーズ船最後の昼食は昨日に引き続きフ
フィッシュ&シップス。今日は昨日食べなかったものを注文してみました。こちらのフライからいただきます。これ魚かと思って食べたんですが、チキンでした。揚げたての熱々でこれも美味しいです。ではゆっくりいただきます。はい、今2時12分ですね。水着を今干してます。こんな感じで、両端にね100均の、強力マグネットフック付きのやつをね、つけて、ロープを渡して、軽いものだったらねこうやって乾かしておけば1日あったらねすぐ乾きます。他にもですね、強力マグネットね、そのフック付きのやつを今度天井に直付けにして、そこにハンガーかけて干してたりとか、天井もね鉄になっていて強力マグネットがひっつくのでね、重たいものはねこうしてかけた方が良さそうです。こちらのインテリアもうすごい静かなんですよね。結構ここで快適に寝ることができました。あともう外の景色が全く見れないので、綺麗な景色の時は選択肢が一つしかないのでね、すぐね外に見に行くことができました。僕はねもうインテリアでも十分かなと思ってます。はい、それでは部屋からは以上です。失礼します。午後7時30分、最終日の夕食はレストランのスタッフがダンスを披露してくれました。いつものレストランのスタッフがちょっと恥ずかしながら踊る姿も新鮮でいいですね。レストランのスタッフの皆さん、いろいろお世話になりました。はい、今日のメイン料理が来ました。ステーキです。ニューヨークステーキと違うステーキがね、今日初めて来ましたね。今日最後の晩ご飯なので、やっぱり美味しいお肉食べたいなと思って来ました。ミディアムレアになります。やっぱりクルーズといったらステーキです。美味しいです。午後9時30分、今日は大規模なセットを組んだミュージカル調のショー。入れ替わり立ち替わりセットが変わって、最終日にふさわしい素晴らしい歌声とダンスのショーでした。やっぱりクルーズ船のショーは歌とダンスのショーがいいですね。はい、おはようございます。最終日のね、チェックアウトの日の今は5時37分ですね。もうね港に到着してましたね。はい、一応6時の予定だったんですけども、ちょっとサイクロンの影響でね、早めに到着すると言ってたんですけど、はい、もう5時過ぎぐらいにはね到着してますね。食事はね6時からで、今日7時半にはね部屋を開けなきゃいけないみたいなんですよね。なのでもう開くと同時に今日、朝食食べて、ね、チェックアウトの準備ですねしていかなきゃいけません。だから結構ちょっと忙しいですね。本来ならね、すごい名残惜しいって感じなんですけども、またねこの船に乗って今度はバヌアツの方に行く予定なので、名残惜しいという気持ちはないですね。オペラハウス、はい、こんな感じで肉眼だとね結構大きく見えるんですけどね、朝方なのでこんな感じですね。はい、多くの方がねこのシドニーのね夜景をバックに写真を撮ったりしています。はい、本当にねシドニーはね夜景とか、景色がね、港の景色が本当抜群ですよね。はい、じゃあこれからね朝食会場に向かいたいと思います。結構皆さんね待ってますね。はい、朝食会場来ました。すごい混んでます。みんなね早く出なきゃいけないのでね、はい、これから食事いただきます。午前7時40分、今船の出口に向かって順番待ちの列ができています。船を出たら向こう側の通路を渡って到着ロビーに行けるようです。無事船を降りることができました。ここで今回のクルーズ旅行でかかった追加の費用についてお伝えします。クルーズ旅行単体の費用は動画の最初で紹介していますので、そちらをご覧ください。まずはチップサービス料。1人1日 18.5 ドルが11日間で合計407ドル。3つのオプショナルツアー代金が2人分で合計 721.94 ドル。バーチャルモニターの故障で150ドル返金されたので、その分を差し引きして合計で 978.94 ドル。当時のレートだと14万6191円が追加の支払いとなりました。朝の8時です。今無事に船を降りてきました。7時半にね部屋を出て、
30分でねもう外に出てくることができました。少し並んだんですけども、荷物検査とかイミグレとか全然なくてね、もうね、パスポートとかも提示もなくて、オーストラリア、ニュージーランド間っていうのはね、本当国内旅行みたいなもんなんですかね。荷物チェックとかパスポート用意したんですけどね、全然何もなく、出てきました。なので早かったです。また3日後ですね、3泊してからね、この船戻ってくるので、またね今度はね同じ船なんですけど行き先が違う、そんな旅行をねしたいと思います。この後4ポイントバイシェラトンシドニーセントラルパークで3泊して、動物園や水族館、ブルーマウンテンなどシドニーをゆっくり観光して、また今回と同じ船で今度はニューカレドニアバヌアツクルーズを楽しみます。今後そちらの動画も順次アップするので、また時々このチャンネルを覗いてみてくださいね。今回の動画が良かった方はぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。